はい、それでは三角方程式について説明をしていきます。ここに載っているこの3題の問題ですね。この3つの問題が解けることが目標となります。はい、次の問題について考えてみましょう。これ30度って書いてますね。この30度って何かというと、X 軸の正の向き、この場合 X 軸上で原点から矢印の方向ですね。この場合右側になります。この部分から数分として、30度、ねそこに点 A がありますよということです。これ半径1の単円について今やっています。で、単円周上の点の座標であれば、これ X 座標はコサインの値、Y 座標はサインの値で、表すことができましたよね。なので、コサイン30度、サイン30度というふうな表し方ができると。コサイン30度を計算した値が点 A のこの X 座標のここの座標と一致するということですよ。ね、サイン30度で計算した値がこの点 A のちょうど高さの Y 座標と同じ値を必ず取るよということですよね。で、じゃあどういうふうにしてこの値を出すかというと、30度は有明角なんで、計算できますね。で、その時はどうするかというと、まず点 A から X 軸に向けて垂線を下ろします。で、X 軸との間にできる直角三角形。この直角三角形の形を調べます。この直角三角形は、当然1対2対ルート3の直角三角形ですので、コサインであれば2分のルート3、サインであれば2分の1というふうに計算できますね。確かに点 A の座標、こちら2分のルート3、Y 座標であれば2分の1ということで、いきますよね。はい、このように表すことができます。では、点 B、150度のところにある点、これはどうやって考えるか。最初の考え方は一緒で、150度のところにあるわけですから、コサイン150度、サイン150度。この値と一致するということですね。では、コサイン150度、サイン150度の値はどうやって考えるのか。やはり、X 軸とひっついたこの直角三角形ですね。点 B から垂線を下ろすことによって作ることができます。で、この形について調べると。で、ここが150度なんで、この残りって180から150を引いた残りですよね。当然30度ということです。なので、やっぱり1対2対ルート3です。で、三角比は、この直角三角形に関しての三角比であれば、コサイン30度は2分のルート3なんですけれども、今求めたいのはコサイン150度ですね。コサイン150度って、この30度の時とちょっと反対側、Y 軸に関して対称な反対側にあります。なので、図的にもこの2分のルート3にちょっとマイナスがついた形ですよね。なので符号に注意して、計算をするということです。なのでコサイン150度は2分のルート3ではなくて、マイナスの方向にある。ここの幅が2分のルート3っていうだけですね。ですので、座標はマイナス2分のルート3、2分の1ということです。はい。では次、点 C ですね。こちら考えてみましょう。数学 1A ですと180度までなんで、ちょっとこれ超えちゃうんですけれども、でも定義の意味を考えれば求めることはできますし、いい練習にもなりますのでやってみましょう。はい、まずはこのようにコサイン、サインで表すことができます。ね、どこにあっても結局単円周上の点であればこういう形式で表すことができるんですね。なので、X 軸に向けて垂線を下ろして、X 軸とひっついた直角三角形、この形を調べよう。そうすると、ここの角って180から45度進んだのが225度なんで、直角二等辺三角形ですね。ここは45度ですから。なので、ここの X 軸のここの幅の部分、
これはルート2分の1である。ここの幅はルート2分の1なんだけれども、横幅はルート2分の1なんだけれども、x 座標はマイナスのところに点 C が来てますので、それにマイナスをつけてあげる。y 座標も一緒ですね。幅はルート2分の1なんだけれども、マイナスのところに来てますから、y 座標マイナスなので、マイナスをつけてあげる。したがって、点 C の座標はこのように表せますよということです。点 D、77度。これ、三角比の表でもなければわからないですね。なので、もうこれで、結構です。はい。で、最後ですね、点 E、シータがあって、点 E の座標を表しなさい。これ一般的に表すとどうなるかってことですね。このように表せます。で、点 F ですけれども、これ、点 E を R 倍に伸ばしたということなんで、結局、ここがR 倍伸びるってことは、縦横もね、R 倍に伸びるはずなので、点 F の座標は、点 E の座標を元にして、このように表せますね、ということです。では、次の問題を考えていきましょう。サインシータイコール 0.7771 ですね。この時のシータを求めなさいということです。ただし、0度から180度の範囲で考えますよと。このように、シータを求める方程式のことを三角方程式というふうに呼びます。では、実際どういうふうに考えるかというと、サインシータって、半径1の円周上の y 座標と一致しましたよね。そのシータの点が持つ、そのシータの場所にある点が持つ y 座標と一致するんでしたよね。だから逆に考えて、半径1の円周上の点で y 座標が 0.7771 となる点、その点を探せば、その点と原点とを結んだ角、これが答えのシータじゃないかなということですね。半径1の円周ですよね。で、この円周の中で 0.7771 の高さっていうと、この辺りですかね。自分で解くときは適当に点を打てばいいんですよ。この辺かなって大体目星をつけて点を打ってください。で、この高さを持つ半径1の円周上の点なので、これ両サイドに出てきます。ですので、求めなきゃいけないのはこの2本の線ですね。この2本の線が、x 軸の正の向きとなす角ですよね。これを考えなきゃいけないなということです。これもちろん、有名角でも何でもないので、表を使って調べていくことになります。右側に表がありますね。これ三角比の表と同じです。で、どうやって考えるかというと、今サインなんで、ここですよ、サイン。これの列を見てみます。で、0.7771 のこの数字を探すわけですね。どこにあるかなって。そしたら、ここにあったと。そうすると、左側に目をやると、これは、51度だと。ということは、ここ51度ですね。サイン51度が 0.7771 ということ。で、今度は青い方もありますよね。この青い方ですけど、ここが51度なんですから、ここが51度なんです。なので、はい、青い方は、この51、黒で出てきた51を180から引いた残りなので、129度ということがわかります。ということは、シータの値は、51度と129度というふうに計算することができます。はい、それでは練習問題ですね。サインシータが 0.7314。まずはね、ぜひ自分で図を書いて、答えをね、出してみてください。ではいきますよ。こういう図になりますよね。で、赤と青、ここの角を求めればいいんですね。この赤と青の分ね。0.7314 がどこにあるかなと右側で、表を見て、探します。サインですから、
はい、7314、ここですね。ということは47度だと。だからここ47度なんですね。ということは反対側も47度。ということは180から47引いた残りなんで133度。したがって図から、ね、図を根拠にしてθの値を2つ出ますよということですね。はい、括弧2番、今度はコサインです。コサインということはX 座標ですよね。半径1の円周上で X 座標が 0.5299 のところ、こういう上と下に出てきましたね。だからこの2つを考えるということなんですけれども、今度はコサインなんでこの真ん中の表ですよね。余弦とも呼びますけれども、この表の部分で5299を探します。はい、そうするとここに出てきましたね。ということは58度。なので、ここ58度だと分かるわけですね。ということは、その下も、これ、合同な直角三角形が上と下に、あるわけですから、下も58度。なので、360から引いた残り302度と。もちろん、今数学 1A なので、180度までしか考えていませんので、ね、下は答えません。なので図からθは58度とだけ答えてください。はい、次3番ですね。マイナスです。でも6947、これがキーワードですよね。コサインですからやっぱり X 座標です。ですので、こういうところにある点の角ですね。この青と赤なのかな。ただ右側の表がこれ45度から60度までしかないと。これ明らかに90度超えてますよと。どうするの、ねで、どうするかというと、この黒い角のところありますね、ここ。ここにある直角三角形で考えるんだということですね。これであれば、90度より小さいですもんね。そうすると、マイナスを抜かした6947をコサインの中でまず探します。はい、出てきましたね。緑のところです。ということは46度。じゃあ何が46度かっていうと、ここですよね。ということは134度だなと。で、青い部分は当然この真下、この下の方もこれ46度ですからね。合同な直角三角形が上と下に張り付いてるわけですから。ね、なので、180に46を足したもの226度と。もちろん、下は答えには入れません。実際テストではこういう×とか下の余計なところとか答える必要はありませんよ。ね図よりθが134度というふうになるわけです。はい、例題、サインθがルート2分の1ですね。今度は三角比の表とかはありません。どうやって考えるのかということですが、やはり、単位円周上の点の y 座標とサインθって一致するっていう、ね、そういう知識持ってますから、その知識を使いましょう。半径1の円周上で y 座標が、このルート2分の1と同じになる点を探して、ねそこを突破口に、θ を考えようということですね。そうすると、半径1の円周上。ただ、ルート2分の1ってどの辺にあるのかなと。ねこれ、何が問題難しくしてるかというと、分母に無理数があるからですね。なので、はいちょっと下の方見てくださいね。ルート2分の1。これ、有理化してやって、分母を有理数にします。そうするとルート2っていう数の大体の値ですね、は知っていますので、一様一様2でしたよね。で、大体2で割って 0.7071 だなと。ということは、この図の中で高さ 0.7071、この辺かなと目星をつけて点を打つ、ねということですね。はい、なので、これからやることは、この点と同じ高さを持つ半径1の円周上の点、これをまず探すということです。両サイドに、ね、出てきますよね。
ということは、それと原点を結んだ時の角、これを考えていくんだ。で、その角を考えるときに、やはり X 軸に向けて垂線を下ろしましょう。そうすると、こういう赤と青があって、この赤い太い直角三角形出てきましたね。赤い太い線の。この直角三角形の形を調べるんだ。はい。どんな形かなということで、これ、高さは今、ルート2分の1ですよ。で、ここの斜辺。これ、半径1の円周上のこれ半径の部分なんで、もちろん1です。ね。で、この形だと分かりにくいなっていう場合、分数であるのがいけないんですよね。だから分数をなくしたい。三角比は大きさは関係ないですね。サインシータ、コサインシータは直角三角形の大きさは関係ありませんでしたよね。なので、比が分かればいいんです。なので、分母を消すためにルート2倍、してやります。そうすると、今度はルート2分の1は1になって、1はルート2になると。で、もうここまでくればね、分かりますね。1対1対ルート2だと。ということは、45度ですね。ということで、ここの角が45度と分かりますね。はい。ではもうここまでくれば、答えはもうほとんど分かったようなもんですね。単位円の中に入っていた斜辺の長さが1の直角三角形。ね。これをルート2倍すれば分数が消えて辺の比も計算しやすくなりますよということをちょっと覚えておいてくださいね。はい。そうすると、こういう風になって、なので、反対側も45度があります。ということは135度ですね。なので答え、はい、赤い方と青い方合わせて45度と135度というふうに答えればいいということです。それではですね、はい、この青い枠の部分、これわざわざ答案の時に書く必要ありませんのでね、実際にはこの図を書いて、答えを書けば十分かなというふうには思います。練習問題を並べておきます。ぜひね、一回まず自分で図を書いて、イメージを頭の中にしっかり入れながら解いていくことをお勧めします。それでは1番解説をしていきますね。サインシータが2分の1、つまり単円周上で高さが2分の1の点、ね、それ探せばいいということで、こういう図書きましたでしょうか。ね、で、形を調べるんですが、X 軸とひっついたこの赤い直角三角形ですね。この形を調べるんだ。で、今、この直角三角形、高さ2分の1です。ね。この2分の1ですよね。で、斜辺に当たるところの長さですけど、これ、半径と同じなんで、もちろん1です。で、分数は嫌だなって思いますよね。私はあんまり好きじゃないんですけど、計算においては。なので、考えやすくするために2倍します。そうすると、当然、全部2倍されますから、長さもね、2分の1が1。で、1だった斜辺のところは2と。でここまで来れば、ルート3。1対2対ルート3。だから、30度だということが分かりますね。そしたらもうここまで来れば、角も分かりますね。シータの値も分かります。30度。で、反対側も30度。ということは残り150度。したがって答えは赤と青の線のなす角。答えは30度と150度であるというふうに言えるわけですよね。はい。では2番いきます。コサインシータですけれども、今度はx 座標ですよね。で、x 座標がマイナスルート2分の1。ルート2分の1ってさっきね、ありましたね。有理化して、2分のルート2としてやり、で、2分の一葉一葉ですね。1.414 を割って、大体の場所をね、打つようにしましょう。
そうすると、こんな図が書けましたでしょうかね。で、いつも考えるのは X 軸とひっついたこの直角三角形ですね。X 軸に垂線を下ろして作った直角三角形ですよ。この形を調べようということですね。はい、そうすると、底辺がルート2分の1の幅です。ねという、もちろん斜辺は半径1の円周上の点なので、半径と同じで1です。で、分数が嫌だなってことで、ルート2倍してやって、ルート2分の1は1に、1はルート2。ということは1対1対ルート2なんで、45度だということで、ここ45度と分かりますね。この黒い太い部分がね。ということは、この赤い部分はその180から45を引いた残りなので135度。で、答える必要はないんですけど、この青い方ですね。この青い方は、一応念のために言っておきますと、180度のところ、ここ180度ですね。から45度増えたところなんで、225度というふうになります。もちろん、この場合答える必要はありません。答えに書くのは135度ですね。では3番いきます。2分のルート3。もうね、やり方にだんだん慣れてくると思うんですが、X 座標で、ルート3人並みにでしたよ。ねなので、人並みに 1.73 に割る2ですね。で、そのあたりで点を適当に打ってください。ねそうすると、30度と、もう分かりますね。慣れてくるとどんどん速くなってきます。ね、で上と下に30度がありますよということで、赤い方が30度、青い方が330度ですね。一周すると360度なんで、そこから30度引いた残りってことですよね。はい、もちろん答えに書くのは30度だけです。4番、0。コサインシータが0。でもこれも半径1の円周上で探せばいいということを念頭に置いて考えれば、そんな実は難しくないですよ。ねこの円周上の中で、X 座標が0の点、ねありますよね、ここにね。これ X 座標0です。そして、はい、ここもそうですよね。この2点なんですね。ということは、90度のところと270度のところ。もうこれだけですね。なので、答えとしては、今180度までの範囲で考えてますので、答えは90度だけを答えるということになります。はい、5番、これは式変形しなさいということですね。あとは全く同じですね。こういう図を自分で書いて、60度と120度が答えですねというふうに、解いてください。はい、6番、シータプラス60度が2分の1というサインの値ですね。2分の1ということなんですけれども、各図はね、ここで一緒なんですね。30度、150度。なので、シータプラス60が30度と150度のところということで、マイナス30と90度。ねで、ここまで書いて、ちょっと待ったってことなんですよね。これ何なのか。マイナス30ってないでしょと。ね、今、シータは0度から180度の間で考えてますから、マイナス30はまずいですよね。何がいけなかったのかっていうと、シータの範囲をね、ちゃんと考えて問題を解かなきゃいけなかったということなんです。シータが0度から180度とあるってことは、シータプラス60度は、この辺辺、ね3つの場所に同時に60度を足したもの、ね60度以上240度以下の角しか取らないんですよね。だから、30度っていう値はシータプラス60度は取らないんですよ。ね、だからないものも出ちゃったっていうだけなんです。なので、その範囲で考えるということであれば、この今緑で、塗ってある部分ですね。この部分ので、該当する答えしか認めないということなんで、
θプラス60度が150度。ね、これしかないということです。したがってθが90度ということになります。実際答えではこの3行目からですね、3行目から答えを書いていくことになります。7番ですね。コサイン 2θ イコールルート2分の1。これ 2θ なんでちょっと角度注意しましょうね。θ が0度から180度の範囲で考えてました。なので 2θ はそれぞれの辺を2倍してやって、0度から360度まで。だから1周できるんですね。1周できるんで、x 座標がルート2分の1になる場所というのが、第1象限と第4象限と2箇所取れます。で、第1象限の方は45度。第4象限の方は315度ですね。ここ45度なので、360から45を引いてやればいいわけです。ということは、2θが45度と315度。これは 2θ なんで、ね、360度以内に入ってますよね。で、もう求めたいのはθですから、辺辺を2で割って答えを出しましょう。22.5 度と 157.5 度。確かに0度から180度の間にちゃんと入ってますよね。はい、それでは8番。今度は2乗が出てきましたね。で、2乗が出てきたらどうするか。似た形を考えましょうね。こういうのを以前やってます。分野が違うだけですね。どこでやったかっていうと、これ、x2 乗は4分の3。やったことありますね。二次方程式で最初に出てくる問題ですね。これは平方根を取ればいいので、プラマイの2分のルート3。やっぱり一緒ですよ。コサイン2乗θってコサインθを2乗しているってことですから、コサインθはプラマイの2分のルート3。ということは、半径1の円周上で x 座標が2分のルート3になるところと、マイナスですね。マイナス2分のルート3になるところ。その2つを見つけてやればいいと。こういうふうに4箇所出てきますが、もちろん答えになるのは上の方だけですね。ですので30度と150度よって、30度150度が答えということになります。最後に、次の問題考えてみましょう。これ2乗が入ってますよね。だけどさっきの問題とはちょっと違いますね。さっきみたいに平方根を求めればいいというわけにはいかないです。でも似た形ね、サインシータを t と置いてやれば、これ 2t の2乗プラス 5t 引く3というふうに書き換えられますよね。でこの二次方程式はやったことありますよね。因数分解とか解の公式とか使えば解けるはずです。なので、置き換えて、解こうというふうに考えるわけですね。ただ置き換えるときに大事なのが、置き換えるということはサインシータ、このシータという文字が、表面上から消えるんですけれども、別になくなってるわけじゃないんですね。シータはちゃんと0度から180度の範囲で存在してないといけませんので、シータがちゃんと存在する範囲で t の答えを出さなければいけないということなんです。じゃあ、そんな t の範囲、ね、シータが存在する t の範囲ってどうやって考えるのかっていうと、サインは y 座標でしたよね。はい。より、まずは単位を考えて、ね、例えばこの点、高さがここに出てきますよね。これはシータのここのね、x 軸の正の向きとのなす角は明らかに0度から180度の間に入ってますから、t がこの辺の値を通ればちゃんとシータも存在するということですよね。はい、他に例えばこの点も OK ですよね。これも OK というふうに、ちょっと確認していくと分かるように、この y 軸上で0と1の間の点であれば、それに対応する円周上の点があるわけですね。右か左かどっちか、あるいは両方にあるわけですよね。なので、
0と1、t が0以上1以下であれば、ねそれに対応するθの値も存在すると言っていいわけです。したがって、0以上1以下の範囲で答えを求めますよと。この二次方程式の答えをこれから解くんだけれども、0以上1以下で考えるよということですね。はい、因数分解できます。ということは、t がマイナス3と2分の1。マイナス3ってないですもんね。サインシータがマイナス3になることはないです。なぜならば、サインの値は半径1の円周上の y 座標と全て一致しますので、どっかの値と一致しますので、必ず。この半径1の円周を超えるってことはありませんから、1の外側に飛び出るってことはないんですね。なので、マイナスサインになることもないです。したがって、t が0以上1以下なので、t は2分の1ですよ。ということは、サインシータが2分の1になる答えを考えるので、30度と150度ですよということですね。はい、次、もう一台ちょっと考えてみましょう。コサイン2乗シータがついてます。ということはどうするのか。コサインとサイン2つあるとですね、ちょっと扱いきれないんですね。バラバラに動かれちゃいますから。なので、これ、どっちかの三角比に揃えたいんです。どっちがいいと思いますかね。これ、公式をね、思い出してくれると、気がつくんじゃないかなと思うんですが、コサインを消してサインにする方が間違いないですね。そうすればサインだけの式に揃います。代入することで、これがサインだけの式になる。で、これ、見てわかるとね、見てもらうとわかるように、これ、左側と同じ問題です。なので、同じようにしてこの先は解くことが可能ですね。はい。この部分が全く同じ内容となります。